はい、皆さん、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、サムネにあった通りね、マウスピースだけでね、練習してみるという動画です。でね、ゆるい動画なんでね、ぜひね、聞き流していただけるといいかなと思います。でね、今日話す分野はね、おそらくサックス界のね、タブーです。間違いない。でも今日はね、個人的見解で語っていきます。で、タイトルにあった通りね、僕ね、マウスピースだけで、練習したこと、ほとんどないんですよ。っていうか、やったことないです。もう覚えてる限りで、やったこと一回もないです。それで、今日はね、おそらくね、やったとしてもね、そのサックスを持ったばっかりの時、僕が高校1年生だったかな、もうちょっと前かな、中学3年生ぐらいかな、ね、遊びでやったことはあると思うんですけれども、真面目にね、楽器始めてからというものね、やったことないですね。なので、もうほぼおそらく30年ぶりぐらいに、やると思います。でね、なんで、今日やろうかなと思ったかっていうとですね、僕、サックスのね、レッスンとかを生徒さん、とかとやってるとですね、生徒さんがね、結構な頻度で、よく質問があってね、この末尾だけで練習した方がいいですか聞かれることが多いんですよ。でね、僕ね、ことごとくね、いや、やんなくていいよってね、ポンってね、全部断ってきたんですね。やんなくていい、やんなくていい、そんなの。普通のね、楽器でね、フルセットでやればいいよっていうふうにね、ずっと語ってきたんですけれども、でもね、それのね、信憑性をね、ちょっとね、高めなきゃいけないなって自分でも思ってて、なぜかっていうと、自分でもやんないのに、ね、一切やんないのに、生徒さんにはね、やんなくていいよって、言うのも、ちょっとね、いかがなもんかとね、自分自身でね、若干ね、なんか心の中で 1% ぐらいね、思う部分があるのでね、ちょっとね、今日はね、それをやってみようかなと思います。でね、僕も私も末尾だけで練習しますっていう人はですね、いいねボタンを押してください。で、いやいや、末尾では練習しませんっていう人はチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。じゃあ行ってみましょうか。じゃあやってみますね。やってみようかな。これね、バンドーレンのジャンボジャバ A75 ハイバフルですね。それと、このリードはね、緑箱ですね。ジャバの、2と半、2半です。はい。で、僕、練習しないので、何をやったらいいかわかんないんだけど、一応ね、音出してみましょう。これでね。超緊張しますよ。はい、いきます。やってみましょう。せーの。こんな感じなのかな。なんか全然、やっぱね、あのね、楽器につけてやるのとね、もう抵抗力から何からが違いすぎて、何が正しいかもちょっと自分で判別つかないんだけども、こんな感じでいいのかな。ピッチベンドはできますね、これね。一応、ウィーン、ウィーン、ウィーンって、喉使えばね。唇使わずにね、喉のふーふーふーって喉を開け閉めすると、ピッチベンドはできますね。でもね、なんかね、これ、ちょっとね、ちょっと正直なとこ言うとね、今、こう、ちょっとやったんだけど、何のためにやってるのかね、ちょっとわかんないですね。これ、一応音は出るんですけれども、なんでだろうな。何か、具体的にこれをやることによって得られることっていうのがあんま感じないんですよね。だから、仮にこれを初心者の方がやったとしても、なんか似たような結果が得られると思うんですけども、なんかね、それから得られるもんってそんな多くないんじゃないかなって思うんですよね。なんだろうな。じゃあ今日はね、実験してみたくてですね、何を実験するかというとですね、じゃあ今この
僕もただ普通に音をヒュッて入れてただけなんですけれども、結局演奏する時って、特にね、こういったジャズとかね、ポップスとかロックとかやる時は、こう普通に音出すこともありますけども、やっぱ音色をね、ちょっといろいろ変えながらやるじゃないですか。うん。だからその練習が、これに、そのマッピだけでやるのが、その練習が適しているのか、ちょっとね、やってみます。じゃあ例えばね、今日は3つぐらい音色をやろうと思うんですけども、1つが、グローですね。それから1つがピッチのベンド。それからもう1つがサブトーン。この3つやってみましょう。じゃあ一番初めのグローかな。じゃあやってみますね。これでグローをかけてみます。で、グローってこういう音です。ちょっと聞いてください。はい、じゃあ今のがグローなんですけども、これね、喉をうーって言いながらね、無理やり息を出す奏法なんですけども、これでできるかやってみましょう。グローいきますよ。なんかね、ピッチが安定しない。ピッチが安定しないっていうか、なんか、トゥレル、レル、レルみたいになっちゃいますよね、これね。なんだろう、これ。これなんか唇が悪いのかな、僕の。だけど、実際にね、本体につけるとそんなこと絶対にないじゃないですか、これをね。だからちょっとね、グローも練習になるのかな、これ。ちょっと変なね、超高音の周波数もね、キーっていう音もするし、なんかね、どうだろうね、これね。はい、じゃあ次はね、サブトーンやってみましょう、サブトーン。サブトーンってこんな音です。はい。はい、じゃあね、サブトーンやってみますね、これでね。出ないですね、サブトーンね。出ないです、出ないです。でね、これで分かりました、僕。今、僕がやった、マッピだけでやったのって、正しいサブトーンのやり方なんですよ。少なくとも唇とこの喉の部分は。でも出なかったですよね、マッピだけじゃ。だからやっぱりこう、本体につけて、こんな風にね、本体につけないと、絶対に出ないことが今ね、実証できました。このマッピだけじゃね、絶対にサブトーン出ないことがたった今実証できたので、例えばそのサブトーンの練習だったら、全くこのマッピだけでやるのは意味がないということですね。もうこれ 100% 言えます。はい。じゃあ次にね、ベンドやってみましょう。ベンドね。ベンドってこんな音です。はい。はい、じゃあね、これでベンドいきますよ。ベンドは出ますね、これね。ベンドは出ます。若干、やっぱりその圧力とかが、全く違うんですけれども、一応ね、ベンドのその唇の動きとか、喉のね、周波数のコントロールとかに、一応反応はしてくれます。マッピだけでもね。はいはいはい。これはこれで、悪くはないですね。一応できるはできるんでね。じゃあね、冷静にね、分析する必要があるんですね。これね、感情論とかじゃ絶対ダメなんでね。なぜかっていうとね、音楽って 100% 物理学なんでね、楽器の演奏ってね。だから、そういう分野からね、ちょっと検証する必要がありますと。でね、今日ね、やってみた僕の感想なんですけど、マッピだけでね。やった感想はですね、まず何が違うかっていうと、息のその圧力、このマウスピース、それから楽器に入っていく、その息の圧力がもう全く違うということです。もうね、マッピだけだとね、ヒューって息入るんですけども、もちろんね、この楽器、
ね、に装着して、正しいセッティングでやるとですね、もう、なんていうの、もう息の圧力、が全く変わります。うん。なので、その実際の演奏っていうのを想定したときに、別物だと。マッピだけでやるっていうのと、楽器につけてやるっていうのは、もはや、もう別のジャンルの芸術のような気がします。うん。大げさに言うと。もう別です。うん。なので、正直言うと、このマッピだけで練習いくらしたところで、この楽器に装着してしまったら、もう何もかもが変わってしまうと。もう1から10まで全部変わるんですよ。うん。例えばおそらくこれで綺麗な音が出る。ちゃんとピッチがね、安定する。うん。とかいうのが、このマッピだけで練習した時にできたとしても、こっちにつけてできるとは限りません。もうこれだけは言えます。なぜかっていうとね、もう何もかもが違うからです。もう唇の圧力から、息の入れ方からね。うん。なので、僕としてはね、うん。やっぱね、今までね、生徒さんにね、マウスピースだけで練習しなさいって、一回も言ったことないですね、僕ね。うん。それはね、正解だと思います。僕の中ではね。うん。うん、そしてね、さっきサブトーンがね、マッピだけじゃ出なかったじゃないですか。うん。で、あれもね、おそらく、なんて言うんだろうな、実際の演奏で楽器、この本体で演奏するときにできるものと、やっぱこのマウスピースだけでね、できるものって、あれだけ差があるんですよね。うん。なので、いくらこれで練習したところで、サブトーン、じゃあ例えばサブトーンですけど、100%練習にならないっていうのはもう今回で分かりました。うん、もうね、これだけでいくら練習してもね、サブトーンなんか絶対に出ません。やっぱりこのね、楽器本体でやるもんですよね。うん。じゃないとね、息の圧っていうか、そもそも音になんなかったし、マッピだけでサブトーンっていうのはもはやもう不可能ってことが分かったので、やっぱね、そういう細かい部分、細かいコントロールのことを言うとですね、やっぱり楽器に装着してやんないと、無意味だというのが今回僕自身の中で実証ができたので大きな収穫です。うんうん、じゃあね、このマッピだけで練習することを否定する人間だとするじゃないですか、僕が。うん、そしたら何かメリットはないのかっていうことを探るべきなんですよ。うん、じゃあちょっと考えてみましょう。このね、マッピだけで練習するね、メリット、うん、なんすかね。うん。今なんてね、もう音割れちゃったしね。普段こうやったら絶対割れないですね、こっちね。うん。かといって、それが悪いのかっていうと悪くないですよね。なぜかっていうと、楽器につけたら絶対音なんか割れないんだから。これだけでやるとなんか知んないけど割れる。うん。そういうのもあって、なかなかね、いい点、その利点を探すのがね、難しいですよね、今考えるとね。なんだろなんだろもう全然わかんないです、僕。で、ひょっとしたら、このマッピだけでやって、ピッチが超完全に一定のままいけたら、この楽器に装着した時も、ピッチが一定になるよって、いう理論は、あると思うんですよ、少なからず。こっちで安定しないと、全体でやっても安定しないよっていうのはあると思うんですけれども、でも、さっきも言った通り、もう全く別の分野だと思うので、この本体につけて、例えばピッチが安定していたら、これで仮に安定してなくてもですね、こっちで安定してればいいんじゃないかなって思うんですよね、僕ね。違うかな。うん、ちょっとね、ちょっと僕にはわかんないですよね、そこはね。うん。だけど、おそらく僕が思うのは、こっちで、マッピだけで10時間練習するとするじゃないですか。それで、その後に楽器本体に装着して、さらに10時間練習するとするじゃないですか。すると合計20時間じゃないですか。うん。すると、このマッピだけで10時間練習したのが、どれだけ本体につけてやった時の10時間にプラスされるか。ポジティブな面でプラスされるかっていうのを考えると、10時間意味あんのかなというふうに正直感じてしまいます。うん。なのでね、僕はね、今日思ったことは、
これだけ、末尾だけで10時間練習して、こっちにつけてさらに10時間練習するんだったら、初めから20時間こっちでやった方が、20倍、何倍わかんないけど、すごい得すると思うんですよね。うん。だって、ステージ上で、これで弾く人いないじゃないですか。ステージ上っていうのは必ずみんな100人いたら100人とも、こうやって、本体と一緒にしてね、演奏するわけだから、やっぱりそこの部分を、考えていくと、よっぽど本番を想定しているのが、やっぱりこの本体ごと弾くことだと思うんですよね。うん。うん、でね、まあ、長々と喋ったんですけども、まあ、結果から言うとね、この楽器演奏っていうのはね、正解っていう分野が存在しないんですよ。うん、何やってもいいんですよ。好きなことやればいいんですよ。うん、だけどね、その中でもね、いかに効率性のことを考えたりね、するのもね、僕は重要だと思うんですよね。うん。なのでね、皆さんもね、サックスの末尾だけで弾くのか弾かないのか、その部分をね、一度試してみてね、いろいろ考えを巡らしてみるといいんじゃないかなって思います。はい。じゃあね、賛成者、反対者、いろいろいると思いますけれども、いいねボタンとチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバイ。